はい、というわけで本日の動画なんですけれども、ジグをね制作していきたいなと思います。普段私センタリングバイスでいわゆる角物材料を掴んでいるわけなんですが、丸物をね直接掴めるようになりたいと、形状としてはこちらのような形状を考えておりますと、今回はですね焼き入れも含めてジグ製作やっていきたいなと思います。やはりね生鉄だとやはり耐久性もろもろ不足するということで焼き入れも行っていきたいなと思います。でなぜそういった動画をやっていこうかなっていうところとしましては、打算的ではありますが最強の一脚をね開発していく中でですね、その開発を動画にすることができなかったんですね。というのも、非常に細かいことをやっていたから膨大な量があったので、試作がねいちいち動画を作ってる暇がなかったということで、打算的ではありますが生産管理的なところで動画を持ち直していきたいなというところでやっていきたいなと思います。では早速やっていきましょう。ジグ製作用の材料をね切り出していきたいなと思います。こちら、改造しておったわけなんですが、ちょっとね進捗がございますと、ご覧のようにクーラント化いたしました。はい、というわけでね切断していきたいなと思います。実際ねクーラント化してみたことによってですね、やはり刃持ちは上がったような気がする。あと切断面が非常に綺麗になりましたね。で切り子がねたまらないように流すようにして1箇所に集めるようにしたので、掃除もね多少楽になったかなと思いますね。やってよかったなと思っておりますね。クーラントはブラザースイスルーブのバスコとなっております。はい、マシニングからね引き抜いてきました。はい、というわけで材料を用意いたしましたということで、今回はね2サイズ作っていきたいと思います。普段使っているセンタリングバイスの口金となっております。はい、こちらのセンタリングバイスは Amazon とかもろもろ通販サイトで売っている、謎の安いセンタリングバイスとなっております。はい、意外と使えるということで使っております。はい、こちらここにねなんか跡がついていると、その跡はこちらの口金のギザギザが食い込んでいると。はい、これはここに、食い込んでいると。食い込んだ状態で掴んでいるので、3ミリという浅いつかみでありながら割とバリバリ削っても動いたりしないというところで非常に有意義にね使っておるわけなんですが、このバイスで丸物をつかみたいわけです。というわけでご覧のような V 型のここはギザギザの口金を作りたいと。これは 3D プリンターで作っておりますと。こちらの口金は取り付けボルトより内側に V 型が来ているというところで小径寄りの口金となっております。直径で 30mm から 80mm のものを想定している口金となっております。そしてこちらは直径 60mm から 110mm まで対応するサイズとなっております。これ 110mm なんですが、こんな感じで掴みますよという形です。CM440 で削り出して焼き入れも行っていきます。なんでこんなねわざわざ作ってですね丸材をつかみたいかっていうとですね、2面を切ればピッピッと平行面を作ればこういうものでガチッとつかめるわけなんですけれども、なんでわざわざこれ V 型を作るのかっていうと、2面を切りたくないんですよ。丸棒を切りっぱなしの丸棒をつかみたいっていうのがコンセプトとなっております。一工程増やすっていうのはねなんだろうな、なんか嫌なんですよ。それぐらいピッピッと切ったらいいやんって思うかもしれないけど嫌なのよということで、切った丸棒を直づかみできる口金作っていきたいと思います。はい、というわけでねのこ面をねまずは仕上げていきましょう。はい、こちらはね以前使いましたサンドピックさんのデュラでございます。まだ現役で頑張ってます。はい、
まあもちろん溝加工耐久で使ったやつではないんですが、トロコイドとかで使ったやつ、まだまだいけますね。はい。まあこんな感じでね、のこ面を仕上げましたよっていうのと、角を R にしておりますといった具合で、まあ材料の準備ができたというところで、はい、やっていきたいんですが、はい、材料の準備が終わってから1工程目が終わるとこんな感じになっております。はい、もう加工しております。で、段取りも終わっておりますというわけで説明していきたいんですが、こちらが、まだ未加工の、はい、材料となっております。未加工の材料をこちらにセットしますと。そしてこちら、加工が終わりました。1工程目が終わりました材料を隣のバイスにセットして締めると。まあ、ツイッターの方では、X の方では常々、言っているんですが、Fusion 360の CAM は、Fusion 360じゃないんか。Fusion に変わったんか。もう、あっちゃこっちゃで名前変わっとんな。まあいいわ。X ではね、常々言っているんですが、ワーク座標系のガッチャンコが非常にイージーであるというところで、こちらの画面見ていただきますと、ドリルの下にあります画面の奥の方のワークは、G54 で設定しております。はい、ワーク座標系 G54 で設定していると。画面手前の方のワークには G55 で、ワーク座標系を設定しておりますと。そして同じ加工を行うのではなく、1工程目と2工程目と分かれておりますと。はい。まあ、便宜上1工程目2工程目と言わさせてください。のこ面仕上げたやつも1工程2工程やろうみたいな、それで言ったら3工程目4工程ちゃうんかと、まあガッチャンコするだけならイージーですよねと、イージーですよねっていうところなんですが、ガッチャンコするだけではないというところも見ていただきたい。バイス締めたっけ？締めてる。よし。はい、まずね、ドリル加工、1工程目のワークにドリル加工を行いました。粗加工ですね。はい、ここ。こういうことなんですよ。はい。単純に1工程目のプログラムと2工程目のプログラムをガッチャンコするだけであれば簡単なんですけれども、1工程目で使った工具と2工程目で使った工具が同じものがある場合、いい感じにね、工具交換をせずに並び替えてくれる機能がありますと。はい。まあ、ブラザーのスピーディオに関しては ATC 回数をね、多少節約したところで、あまり意味がないっていうところはあるんですけれども、まあ、ATC に5秒、10秒、20秒、あるいはもっと使っている機械であれば非常に効果が出る機能となっております。そしてね、今までね、これ何回も試している、実際に使いながら試しているんですが、この並べ替え機能、工具並べ替え機能、今のところやっちゃダメな並び替えをしてクラッシュとかっていうのはない。結構無難なね、順番で並び替えてくれる。フュージョンキャムの非常にいいところですね。はい、今もね、工具交換せずに同じ工具を使って1工程目、2工程目を加工しているというところです。ここ私、編集しておりません。チェックボタンを入れてポスト出力しただけ。これかなり優秀ですね。はい、非常に優秀。まあ加工はね、普通っす。はい、加工は普通なんですよ。で、ちなみに加工の動画どうですかね。クーラントがね、平たくすることによって多少加工の状況を見やすくしたつもりなんですけどね。はい。まあ今 T スロット加工を行っているわけなんですが、フュージョンの CAM のシミュレーションも見ながら加工しておりますと。はい。裏面取りですね。これもね、シミュレーションを見ながらやっておりますので、非常に間違いないと。はい。まあ、加工量が少ないということで、1工程目久しぶりに登場と、面取りして
仕上げ。はい、ということで、同じようにですね、こちらの工具も2工程目と1工程目を順序よく ATC せずに加工できると。はい。これで終了となっております。非常にね、手間が少なく効率のいい段取りができるというところでおすすめです。はい、ご覧の通り、1工程目と2工程が終わりましたと。はい、こちらはね、完成です。はい、でこちらは、こっちに移すと。はい、ではね、解説していきたいと思うんですけれども、こちらの裏と書いたものと表と書いたものを工具交換を極力しない順番でポスト出力していきたいと思います。はい、設定を見ていきますと、はい、ダブルクリック、そしてポスト処理のところを見てみますと、こちらが1になっておりますと、こちらの1というのが何を出力されるかというと G54 が出力されます。そしてこの複数 WCS オフセット、このプログラムを2個分出したいとかっていう時に使います。 WCS オフセット増分値1っていうのは増分値が1というので12345というふうに順繰りに増やしていくと。で仮にこれを2にすると、WCS オフセット G54G55 を飛ばして G56 っていう風な感じで増分値、はい、設定の名前の通り増分値を設定すると。今回はこの加工の裏面は1個分しか加工しませんので WCS オフセットは必要ないと。 OK と。はい、もう大体分かったと思いますが、この表面の設定を見ますとポスト処理 WCS オフセット2となっております。これは G55 が出力されます。そしてブラザーのポストの場合 G59 までがありますよと。G54、G55、G56、G57、G58、G59 の6個までがありますよと。ということはここを6にすると G59 が出力されるんですが、じゃあ7にするとどうなるのかっていうと、拡張座標のモードになると。G59 以降は拡張座標が出力されますので、789というのは拡張座標が出力されるという感じになっております。準備はできておりますというところで、はい、こちら2つ選択した状態で右クリックポスト処理という風にしますと、そしてここ操作、工具交換を最小限にするため順序を変えるというのにチェックボックスが入っております。ワークオフセット1112211みたいな感じでね、こう並んでおりますというところで、本来であれば1を加工しまして全部加工しまして2を全部加工するというところなんですが、ここにチェックボックスを入れると並び替えを行ってくれますと。ワークオフセット1で、ドリル加工と輪郭加工、工具14番の輪郭加工をやった後に、ワークオフセット2で14番の加工を行いますと。ワークオフセット1番で25の工具を使いました後にワークオフセット2番で25の工具を使いますという風なプログラムが出力されるという非常にお手軽な方法で工具の並べ替えを行ってくれますと。でポスト処理、異なる WCS 設定が伴う複数設定が選択されています。ご利用の環境に合わせてポストをカスタマイズする必要がありますと書いておりますが OK でいいです。はい、ブラザーのスピーディオのポストの場合は、ここら辺問題なく出力されるというところが分かっておりますので、私の場合は確認しておりますので、こちらの G コードを使用すれば先ほどの加工が可能となっております。設定非常に簡単ですと。これね、3セットでそんなことすんなやっていう話ではあるんですけど、これがね10個20個50個100個とあった場合はですね、非常にここの手返しの良さ力になってくれるかなと思います。フュージョンキャムの非常にいいポイントと、これはねぜひ共有したい。これ非常に便利なんですけれども、別にカタログに載ってる使い勝手じゃないじゃないですか。これは非常に便利ですよというところで、紹介させていただきました。口金の製作は進めていくんですけれども、口金の製作が終わった後のアルミでテストカットをしたいので、アルミ用工具の長補正を NT ツールのツールプリセッターで取っていきたいと思います。ツールプリセッター
非常に使い方がね簡単なんで、加工中に地方補正取っとくとかっていうのがね、それほど負担にならない、イージー操作となっております。はい。キャムもね、プリセッターもね、簡単でないと、何事もね、操作が難しくなるとね、やはり専門家が必要になってくると、人数が必要になってくるということになってしまいますので、やはり簡単であるというのは正義だなというところだと、個人的には思っていると。ツールプリセッターのレビュー動画につきましては、随分長いことをですね、使い込んでいるんですが、明日公開したいなと思います。まとめて公開したいと思いますので、皆様、明日の動画もね、どうぞよろしくお願いいたします。はい、こちらと、こちら。小さい直径に対応したもの、大きめの直径に対応したものということで、用意いたしました。ではね、焼き入れをしていきたいなと思います。いい色だな。中古で買った電気炉ですね。3万円ぐらい。相場は3万円から5万円ぐらい。新品だったら十数万円みたいな電気炉でございます。はい。この煙がね、非常に臭いです。これ全部やっていくと。電気炉買うとね、熱処理できて楽しいですね。くせえわ。はい、こんな感じで真っ黒になると。で、200度で1時間ほど焼き戻し行いましたら、こんな感じと。パリパリがね、非常にたくさん出てくるというところで、ブラスト購入いたしましたので、ブラストしていくと。これね、ブラストもね、買うか買うまいか悩んでいたアイテムなんですよ。サビってそんなにね、みたいな。塗装ってそんなに剥がさないね、みたいなところで、焼き入れは電気炉買ったからよくやるんちゃうかということで、使っていきたいなと思っております。手持ちのね、コードヤスリでね、コードを見ていきたいなというところで、まずね、生材の方、HRC40 で引っかかりまくるというところで、40以下であるというのは確認できましたと。そしてですね、焼き入れしたものにやってみても滑るというところで40以上あるなと。65をね、試してみると。さすがにね、刃はかかる感じがあるなという感じですね。55は、これもね、刃がね、ちょっとかかる感じはあるなと。50なんですけどね、ここら辺からが微妙になってきて、滑ってるんだかかかってるんだかちょっと微妙だなみたいな感じなんですよね。そして、これ45だったかな。やってみると、滑ってる気がするみたいな。で、そしてまた50で戻してみて、微妙な感じがするというところで、おそらく45以上50以下あたりのコードかなと思われます。はい、というわけで早速バイスの方にセットいたしました。ではね、こちらの丸材を掴んでいきたいと思います。食い込ませるということでぐっと締め込んでいくと。はい、こんなもんかな。はい、もちろん大丈夫と。はい、こんな感じで食い込んでいるという感じですね。十分つかめるかなといったところで、じゃあ実際に加工していきたいと思います。はい、というわけで材料の方を掴んでみましたということで、アルミはアルミなんですけれども、長期保管の材料となっておりまして、材種がわからなくなっているやつというわけで、切り込みになって成仏させていこうかなと思います。クランプ力に関しては今から試していくわけなんですが、今現時点で痛い。はい。こんな感じで、結構しっかりとつかめているかなと思います。というわけで加工していきたいと思います。なかなかのね、突き出し量ですね、ワークの。特に用途のある部品的なものは削りませんが、ちょっと確認していきたいなというところですね。保持力を。結構いくね。OSG さんのね、アルミ用のあれですわ、5D しかないと思ってたら 3D がね、いつの間にか追加されてたやつ。余裕だな。余裕があるな。もうちょっと切り込んでもよかったぐらい余裕があるな。全然いけるじゃない。なるほど、なるほど。これはいいもん作ったね。
ちょっと手加減しすぎたか。まあ、まだまだいけたなっていう感じですね。はい。ドリルね。はい。スリムなね、焼き場面ホルダーでドリルを運用するという。うん。完璧やな。完璧なあれだわ。クリアランスだわ。はい。いいね。スレスレやな。エントリー。かかってないな。こういうことになるんですよね。はい。主軸側に外部給油のあれがついてないから、まあ、こういうこともある。で、これ、たまたまね、センタースルーを使えないホルダーと工具の組み合わせだから、こういうことになる。まあ、センタースルーが使えたらね、まあ、確実に給油はできるんですけどね、こんな感じでね。はい。そしてこいつはね、万葉鶴さんのアーバーに万葉鶴さんのアダプターを介して、メーカーの名前です、メーカーはこれなんですけれども、調光のすり割りカッター、調光の DLC のね、カッターです。これでちょん切っていくと。ちょうどかからんな。ちょうどかからん。クーラントが。うっすらかかってるかぐらいか。はい。終わりましたと。はい、というわけで、まあ、丸棒の材料ということでね、旋盤っぽい部品を削ってみました。まあまあですね。はい。適当にプログラムしたんでね。はい。うん。いや、非常に便利だな、丸材をガチッとつかめたらね。うん。まあもちろんこの裏側切った面、この切った面はまた別工程で仕上げたりとかっていう作業は必要ですが、こんな感じで進めていけると。まあ、せっかくなんでね、材料まだ残っているということで、もう一個いってみましょう。いや、素晴らしい。さっきよりね、ちょっと警報光を上げてみましたね。さっきのね、エンドミルでは、ちょっと長さが足りんということで、長めのホルダーを用意して荒加工を進めていきますと。うん、ドキドキしちゃう。はい。はい。なんで切り替えたなんで切り替えた前は。口金がメインテーマなんですが、アルミならしっかりと掴んでいるなという感じですね。個人的にアルミがメインターゲットというか、鉄で使うつもりは今んとこないですよね。はい。もしかしたら使うかもしれないけれども、一応メインターゲットはアルミと。はい。あ、岩田さんのメントリー、そして NT ツールさんの
スリムロングハイドロのブラスター。はい。もう、ここでこそ使いたいみたいなね。近いけどいける。はい。いいね。いいっすね。はい。素晴らしい。なんせちょっと下になってくると干渉とかもありますんで。まあ、もろもろ想定通り、ぶつからない。はい、まあ、この位置ならクーラントは非常に確実に当たっていますね。はい、というわけでこんなもんを削ってみました。特にまあ何だと言われても何というものでもない、なんかそれっぽい部品を削ってみました。丸材だからといって丸物を削るものというわけではないということで、まあ、こういうね丸材から異形ワーク、よくわからんけどを削ってみました。いや面白い、非常に面白いね。でワークの残りがこんな感じでですね、ギリギリまで使い込めるということで、まあいい感じに成仏したんじゃないでしょうか。私のせいで材種が何かわからなくなったアルミ。はい。今回 V 型の口金を作った理由としましては、最強の一脚の部材を削り出すにあたって、角材を今まで使ってたんだけれども丸材に切り替えたいわけですよ。なんでかっていうと丸材の方が在庫しときやすいんですよね。直径をちゃんと決めて用意しておけば切るだけワンカットだけでもそのまま使えるということで、材料在庫がやりやすいっていうのと、あと角材で用意するよりも材料代が安いっていうことで原価をね下げる努力として丸材を使いたいなと思っております。ちなみにですね、私自作して V 型の口金作りましたけど、別に世の中に V 型の鬼詰めの口金がないのかって言ったらあるんですよ。例えばセンタリングバイスといえばシュンクっていうイメージがあるんですけれども、シュンクは標準でオプションの V 型の鬼詰めの口金があるのを確認しております。はい、使ったことはないんですけど、買ったこともないんですけどありますよと。そして日本のメーカーでいうと鍋屋はあれですね、ジグ類のオーダーでの製作に対応しているメーカーなんで、オプションのラインナップこそないけれども普通に作ってくれると思います。はい、なので私のように作る必要はないと思います。既存のねお使いのメーカーのオプションを確認するか、製作対応できるかっていうのを確認していただければ、欲しければ多分手に入ると思います。私の場合はそういう対応がないメーカーなので、メーカーもよく認識してないセンタリングバイスを使っているので、自分で作りましたというところになっております。今回熱処理をねやってジグ製作をやってみたわけなんですが、おもろいね。鉄熱処理おもろいねところですね。あとブラストちょっとカスタマイズしたいところもちょくちょくある。非常にもう吊るしで便利なんだけど、ここをこうやったらもうちょっと楽かなみたいなところがありましたね。そこら辺も気が向けばやっていきたいなと思っております。そして明日ねこちらのツールプリセッターの動画も上げる予定でございますので、もしよろしければぜひ見てください。はい、というわけで今回の動画は以上になります。参考になった、面白かったという方いらっしゃいました。グッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。